どうもマックスです。今日12月29日、新助中村さんがついに日本に到着というニュースが入ってきました。いや実際近づいてきた感がありますね。ここまでその元旦日本武道館のですね、カードどうなのみたいな話と、それから経営面から見たそのカード編成というか、そのあたりを日本にわたってね喋ってきました。でいよいよですね、やはりここ日本武道館大会のカード見どころをですね、いよいよちょっと見ていきたいかなと思います。というわけで、今回のお題はこちら、ドン。日本武道館プレビューボリューム3、元旦武道館をとことん楽しむカードと見どころチェックということでお話をしていきたいなと思います。すでに全11試合ラインナップということでですね、いろいろ皆さん期待を膨らましてるんじゃないかなと思いますが、ちょっと私なりにですね、この見どころをご紹介していきたいかなと思います。皆さんいろいろ思われること違うかもしれませんが、ちょっとぜひ付き合っていただければと思います。それでは第1試合からいきましょう。第1試合、矢野康隆選手 VS 小澤選手というカードでございます。これはですね、もう本当にノアの若手なんですが、矢野選手がついに先輩になりまして、この小澤選手デビューした時はかなり、食ってやるみたいな、ノアの新人さんらしくないと言ったらどうかな、そういうコメントを出してたように思いますが、どうでしょうか。デビューしてからの戦いぶり、随所に基本的な技とかですね、ドロップキックとか見せるんですけど、今一つまだまだというところで、この、カード、矢野選手が先輩としての自力をいかに見せつけるか、そして小澤選手がこいついいねと初めてノアを見た方、それからノアファンでずっといらっしゃる方がこの小澤選手をどこまで刻み込むかというところが焦点かなと思います。矢野選手も当然その小澤選手の頑張りに負けてるわけにいかないので、変に先輩面するのか引き出すのか叩きのめすのか、そのあたりを見ていただければいいんじゃないかなと思います。そして第2試合です。正木民也、稲葉大輝、稲村良樹選手 VS モハメド・ヨネ、斉藤明俊、谷口周平と、久々のというかファンキーエクスプレス再結成的な、何がファンキーエクスプレス再結成かというと、谷口周平選手がですね、このファンキーエクスプレスを抜けて、一時期キングタニーということでこのファンキーエクスプレスにちょっと前までいたんですけれども、もう一度ですね、その谷口周平を見せると、そういったコメントを残して、ファンキーエクスプレスを離脱したという経緯が、この1年かな、ありました。このカードの見どころでいうと、一つはその谷口周平選手なんだろうなと思います。やっぱりこの面白いおかしくというか、このファンキーエクスプレスのモハメド・ヨネ、斉藤明俊のこの明るくハードな、昔で言うと悪役紹介の、さらにファンキー版というか力強い版というか、そういう感じなんですけど、久々にそこに谷口選手が合流した時にどういうファイトを谷口選手が見せるのか、やっぱりファンキーによるのかどうかっていうのが見どころでしょうかね。先日健太選手が YouTube のV でですね、谷口周平どうなったのみたいなことを言ってました。その前にはマイバッハ谷口だった、健太選手によって命名されてですね、マイバッハ谷口に変身した時期、そしてその後ファンキーエクスプレスでキングタニーとして活躍していた時期、健太選手全くノア見てねえよみたいなことを言いながら、しっかりその後の当たりのコメントに残してたので、谷口選手に対して、ここで健太選手が後ほど登場する中で谷口選手が、新たなその谷口周平で見せるのか、ファンキーよりの谷口周平でいくのかっていうところが、ファンキーエクスプレスの見どころ。対してはですね、この正木民也、稲葉大輝、稲村良樹選手、
おそらくこの正木民也選手がリーダー格として、安定した試合運びを見せるんだろうなと思います。それに対して、やはりこう試合の中で必ず最近見せ場をぐっと持っていくのが稲村良樹選手。この試合でも、どこにその稲村良樹選手大爆発のシーンが来るかっていうのをですね、貯めてぜひ見せていただきたい。でもう一人やっぱりこの稲村選手に全て持ってかれてなるもんかっていう見せ場をぜひ見せてほしいのがこの稲葉選手です。本当レッスル1時代にエースだったんですよ、稲葉選手がですね。ところがノアに来て一旦こう清宮選手と一緒にやる的なノリだったんですけど、その後一瞬離脱しまして体を二回り大きくして帰ってきました。でそこから本当にいい戦いというかですね、見せるんですけど、なんだろうな、こう爆発力的な部分が多分稲村選手とこう一緒になると多分よく分かっちゃうんですけど、爆発がないんですよね。でこの試合おそらく途中で稲村良樹選手が大爆発をします。で稲葉選手がそれに勝る大爆発を見せてファンの心をぐっと掴んだら、2023年稲葉選手の活躍というのがファンの心にこう期待を持ってもらえるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。そういったアクションがですね見られるかどうかっていうのがこの第2試合見どころなんじゃないかなというふうに思っています。そして第3試合です。忍者マック、ダンテレオン、アレハンドロ VS 近藤修司、忠相、弘樹選手と。これね、忍者マック選手大人気になりました。で忍者マック選手だけじゃなくてですね、先日、ジュニアヘビー級で、天草選手と戦ったダンテレオンさんがですね、随分会場人気多かったなと思います。なんでしょうか、飛び技という意味では忍者マック選手に引きを取らないというか、忍者マック選手の方が技としたら綺麗に見えるんですけど、ダンテレオン選手破天荒なんですよね。で忍者マック選手の動きというのは本当にびっくりされる方多いと思います。まだ見たことない方はもう本当にぜひこの試合忍者マック選手の動きを楽しみにしていただきたいのと、何するんですかっていうのがダンテレオン選手です。悪く言えば見てて怖くなる相手大丈夫かみたいな、そんな動き、この2人がどこまでかき乱すのかなというのと、先日の大会でもここでアレハンドロ選手が一緒に組んでました。ダンテレオン選手のこの破天荒ぶりにアレハンドロ選手がかすまないようにですね、こうちょっとぜひ、アレハンドロ選手もそろそろ何かの見せ場を作りたいところです。元レッスル1のね、アレハンドロさん、この試合で何か見せ場を作りたいなですけど、この相手がですね、この華麗な忍者、現代の忍者マック、あるいは破天荒ダンテレオンで飛び道具のあるアレハンドロとこう来るんですけど、相手がですねこの近藤修司選手、忠相選手、弘樹選手という混合なんですよ。でぜひこの3人、最近本当に連携もいいですし、混合という、このエルボードロップの、ね、連続技というのがあって、いかにも混合っていう、こう連携を見せる中で、この破天荒の動きと一瞬にしてこう鎮圧するようなこの近藤修司選手のパワーファイトがどう絡み合うか。近藤選手が相手のこの動きにどこまで付き合うのかって言いますか、相手の動きにどうこのパワーの近藤修司選手が向かい立つのか、この辺りぜひ見ていただきたいと思います。で近藤選手も今後にこう入ってですね、今後どういうふうにやっていくんだろうなっていうのがちらっと見えるといいですよね。このまま混合のユニットの中にいるのか、はたまたさらなるアクションが試合の前後にあるのか、それともこの試合の中でこううまさなり力強さを見せるのか、そういった意味でこの
カードの中では特に近藤修二選手の動きをちょっと見てみたいなと思っています。そして、第4試合、イホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニア選手、小峠敦選手、吉岡誠樹選手 VS ドラゴンゲートの3人、望月正明選手、望月進選手、望月ジュニア、望月正明さんの息子さんですね。この6メンとこうなりました。ここはどうでしょうね。このイホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニア選手と小峠あるいは吉岡がこうトリを組むっていうところが一つ、どんな絡みになるのかなとちょっと想像つかないところではありますが、おそらくドクトル・ワグナー・ジュニア選手の方が合わせられるんだろうなと思います。小峠選手、吉岡選手はどちらかというとスピード持ち味ですし、吉岡選手に至っては本当にスピードスターなので、ここにワグナー・ジュニア選手がどうフォローに入ってくるのかなと。で、この試合はどちらかというと、この下のですね、ドラゴンゲート勢、この3人がどう動くか、特にやはり、望月ジュニア選手、これはノア初参戦ですかね。最近、ドラゴンゲートとこうノアがですね、非常に交流が深まる中で、望月ジュニア選手が今後、ノアにこう参戦、継続するような形が何か作られるのかどうか、このあたり、ドラゴンゲート勢の動きにむしろ注目してみたいかなと思います。はい、そして第5試合です。船木正和選手、中島克彦選手、曽山学選手、大原一選手の混合の4人と、藤田和幸選手、剣道家臣選手、野沢論外選手 &X と。はい。言わずもがな上の、混合4人はかなり強いですね。今日でしたかね、船木選手と剣王選手のこの関節技練習というか、練習台がこう忠介選手になっててですね、船木選手がだいたい受け継がれてきた藤原選手から学んだもの、そういった関節を自分も恩返ししたいのでということで剣王選手に伝授するんですけど、練習台が忠介選手っていうね、非常に忠介選手の練習台っぷりが非常に面白い。ぜひこの YouTube 皆さん見ていただきたいんですけど、やはり船木選手動きがすごいですよね。この練習一つ取ってみてもすごい。そこに今ノリに乗ってる中島克彦選手、そして多分今年こそはと思ってる曽谷学選手、パワーをねどう見せるかっていう、そこにジャベの大原一選手、この、強力な4人というか、船木さん、中島さん、曽谷選手のこの動きに対するのが藤田選手と久々剣道家臣選手、そして、2023年2月ですかね、引退を表明する野沢論外選手、そしてここの X、 やはりこのカードでいうともうちょっと見どころがありすぎてですね難しいなと思うんですけど、そもそもどう絡んでも面白いですよね。特にこの藤田選手と船木正和選手、藤田選手と中島克彦選手、藤田選手と曽山学選手、これがどう絡んでもまず面白い。で、剣道家臣選手、野沢論外選手は共にくせ者というか見せるんでしょうけど、藤田選手とのこの3人との絡み以外でやはりこの X 誰なんでしょうか。このカードが発表された時といいますか、この X がですね本番までに明かされるんだと、本番になって初めて誰か分かるじゃなくって、それまでに明かされると言われています。で、30日ですかね、新助中村選手の記者会見があると聞いてますが、その時におそらく発表になってるんでしょうか。いろんな噂がこうあってですね、永田裕二選手なんじゃないのとか、鈴木みのる選手なんじゃないのとか、あるいは最近全日離脱を表明したあの選手なんじゃないのとか、
誰なんでしょうね。ちょっとただこの藤田選手、剣道家臣選手とこう来ると、なんとなく新日本的な香りがするのかなと。でもここに鈴木選手がハマるとするとちょっと想像つかねえなと。まあ永田選手は割と想像つくかなと思いますが、どうなるんでしょうか。まあ藤田選手との、今後との絡み、そしてこの X 誰っていう、じゃあその X によってこの戦いぶりも随分変わってくると思うので、この辺り非常に注目だと思います。見どころが、見出しにくいときどうなるんだろうっていうのがこの第5試合です。そして第6試合、ティモシー・サッチャー VS ジャック・モリスという外国人選手対決をここに挟んできます。ちょっとどうでしょうね、ノアとしては珍しいですかね、外国人選手。ティモシー・サッチャー選手は先日、ベルトにね挑戦っていう戦いを見せました。でティモシー・サッチャー選手非常に長身でですね、まあ先日のそのタイトルに挑戦する時までは無敗だったと、ノアでは無敗なんだみたいな触れ込みなんですけど、まあ鈴木秀樹選手がもともとね見出して連れてきたとこうなっています。ですがどうでしょうね、こう手足長くて背が高くってテクニシャンというのは分かるんですけど、今一つこうパワフルな感じはないんですよね。で一方ジャック・モリス選手、非常に男前な選手です。まあ、正統派というか割と何でもできる印象があります。まあ、ここがこの興行の中でどういう位置づけになるのか、まあ、これはもう見られた方が判断いただければなと思います。まあ、この共にノアレギュラー選手参戦する選手にこうなるのか否かという一つの物差しでしょうかね。どちらかが生き残るのか、はたまた、いい試合を見せてこの2人ともやるねってこうなるのか、まあ、そういったところでしょうか。まあ、ただこの第5試合のこの先ほどのね、第5試合のこの余韻がこの後の外国人選手対決にどう影響しちゃうんだろう、ね、登場する第5試合の X によってはこの第6試合がとってもかわいそうなことになるんじゃないかなと、密かに勝手な心配をしております。はい、そして第7試合から